皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。みんな大好き三峡ダム。このチャンネルでは、ほぼ毎日、中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げています。短い動画ではありますが、お付き合いのほど、よろしくお願いします。と、いつもお伝えしているのですが、今回は、三峡ダムの基本情報ということで、20本のプチ情報をまとめてみました。前回に続いて第2弾になります。お付き合いのほどよろしくお願いします。それではどうぞ。中国のバイフタンダムは第2位の発電量となる県。2021年5月、三峡ダムの上流に巨大ダムが建設されました。その名はバイフタンダム。白鶴、そして灘という字を書きます。関西、特に兵庫県に住んでいると、なんだか日本酒を連想してしまいます。三峡ダムの上流に4つの巨大ダムが完成したことになります。位置関係はこんな感じ。標高が高い場所、しかも近接して4つのダムがあることがわかりますね。そして今回はこのバイフタンダムについて。アーチ式のコンクリートダムで水力発電が主な役割です。100万キロワットという世界最大級のタービンを16基備えています。右岸に8基、左岸に8基。これらは山の中をくり抜いてその中に設置されているようです。6月28日から2基のタービンを稼働させ発電を開始しました。すべてのタービンが稼働するのは来年の夏。これは三峡ダムに次いで中国で2番目の総発電量になるようです。今年の三峡ダムの水量の少なさは、このバイフタンダムが貯水を始めたことによるのではないかと思っています。カスケードといって、ここの4つのダムと三峡ダムは連動しているようです。今後の稼働状況にも注目ですね。あの人が三峡ダムを訪れていた県。三峡ダムは建設前から壊れるのではないかということで、2009年にダムが完成した時、党の指導部は式典に参加しませんでした。何かあった時に責任が自分に降りかかるのを恐れたのでしょう。しかし、あの人は違うようです。金平さんが2018年3月、この三峡ダムを視察しているという事実をご存知ですか？日本ではあまり伝えられていないようですが、しっかり新華社のニュース記事が残っています。何を血迷ったのか？それはわかりません。理由はともあれ、三峡ダムで今後、何か不具合などが発生することは許されない状況にあります。絶対に失敗できない理由が、そこにはある。先ほど触れました、バイフタンダムの完成の時にも、あの人は、祝辞を送っています。ダム事業に、並々ならぬ熱意を示しているのでしょうが、今後、失敗は許されないようです。多分、ですけどね。中国では4文字で国の政策を表すことが多いようです。南水北潮というのは中国の南の水を北京など北の方に送るという政策のようです。電気の場合は静電闘争といって水力発電や太陽光など内陸部で作った電気を沿岸部に送るというものがあるようです。三峡ダムのある長江も例外ではなくダムの下流のところから運河を作って北に水を送るプロジェクトがあるようです。これは1箇所だけではなく三峡ダムの上流にあたる金沙江という川から北に流れる黄河に水を流したりと複数のところから水を送ろうとしているようです。中国の北部では水が足りていないということの裏返しなんでしょう。国土が広いだけにインフラ事業の規模が半端ないようです。ダムの上を歩くと30分以上かかる県。ダムの上のことを天場というそうです。三峡ダムの場合は長さが2300メートルあると言われています。普通に歩けば30分以上はかかります。ダムがお好きな方ならばいろいろ見学しながら、そして撮影しながら歩くでしょうから1時間以上はかかるかもしれないですね。さすがにここは特別な許可がないと入れない区域になるかと思います。過去のダム映像を見ていると作業用の車両、マイクロバスのようなものが頻繁に行き来していました。基本、移動手段は車になるんでしょうね。乗用車が相当小さく見えます。正確な数字はわかりませんが、幅は30メートルくらいあるんじゃないでしょうか。
ダム建設前と建設後の写真の比較は次の通りです。1992年に全人代で建設が決定してから17年の歳月をかけて工事が進められました。流域の住民100万人以上が移住させられたとのことです。生態系への影響も大きかったことでしょう。いかに壮大な建設であったかが少しは伺えます。ダムはゴミだらけだった県。三峡ダムには洪水、ひび割れなどたくさん問題がありますが、ダムのゴミ問題についてご存知でしょうか。いろいろな川が合流した先に位置する三峡ダム。流木、家庭ゴミ、土砂、そして岩や石といった様々なものが上流から流れてきます。当初からゴミが溜まる問題は懸念されていましたから、当然、ダムにはゴミや流木などの排出機能が用意されています。ダムの貯水側の写真を見ると、綺麗な時とゴミが溜まった時で違いがわかります。また衛星写真でわかるくらい、ダムに流木と思われる大きなゴミが押し寄せています。細かく見ると、ゴミらしきものが映っており、おそらく家庭ゴミなどが浮かんでいるのではないでしょうか。まさにゴミだらけですね。ゴシップになりますが、三峡ダムの地下にある施設があるのではないかという話が出ているようです。その施設とは各関連施設じゃないかという話。去年の8月くらいから三峡ダムをウォッチしてきていますが、こういう話題は全く知りませんでした。もちろん都市伝説なんでしょうが、仮にあるとしたらという前提で少しだけ。そもそも放射能漏れの危険性のあるものを大事な水資源の下に作るでしょうか。万が一、事故が発生した場合、それは 1600km 離れた上海までの都市すべてに影響します。この流域には6億人ほどが住んでいると言われています。私たちの常識とは違うのが中国ですが、さすがに、これはどうでしょうか。三峡ダムは、洪水対策、水力発電、水運の3つの役割がありますから、こんな重要な拠点に、わざわざ危ない施設を作るというのは、ちょっと無理があります。一般的には、ないと証明することは極めて難しいですから、こういう都市伝説的な話が出ては消えを繰り返すのではないかと思います。ただ、地下に何かあるという意味では、三峡ダムにも地下施設はあります。ダムの水力発電用タービンは、画面向かって右に14基、左側に12基あります。これらは写真などから発電建屋として確認できます。そして、あまり知られていないことかもしれませんが、画面向かって左の山の中にも8基のタービンが設置されています。この施設はダム構想段階の計画にはなかったもので、いつのタイミングからわかりませんが、後から追加されました。放流ゲートは超巨大だった県。洪水調節のために放流するゲートがあります。おなじみのこの写真。三峡ダムの場合は23本あります。運用で使われる最大は11本。貯水側でいうと、こちらから水を取り入れています。水の下にあるため、その大きさはなかなかわからないのですが、取水口の大きさは、一つ一つが、縦が9メートル、横が7メートルになるんだそうです。大型バスを並べてみると、こんな感じ。この取水口が、横に23個並んでいます。ここからの水はゲートを通って、下流側に流されます。実感することはできませんが、とてつもない量、ということだけはわかります。ダムの取水口は107個ある県。これは、ダムの貯水側から見た図になります。左から、発電施設、放流施設、発電施設が2カ所の、堤体部分にあたります。放流施設には、水を取り入れるための取水口が69個あります。こうやって見ると、穴だらけですね。そして、左右の発電施設用の取水口は、それぞれ、14個、12個、そして8個あります。例のシップリフトの件で、写真をいろいろ眺めていると、下流側の写真で、どうやら、シップリフトの横に放水ゲートが2本あるようです。この放流ゲートの天場には、例によって小型のクレーンがあります。どれくらいの頻度で使われるものかはわかりませんが、ダムの裏側に2個の穴があることだけは確かなようです。と、これまでお伝えしてきたのですが、見落としていたものがあります。放流施設、向かって一番左に、ゴミを排出すると思われるゲートがありますが、そのすぐ横に2本のゲートがあることを忘れていました。ダム建設の時に、一番最初に作られた場所ですね。
おそらく堤体が低い時期の穴と思われるので、ゴミ排出用ゲートよりも低い位置に取水口があるのではないかと思われます。このため2個プラスして合計107になりそうです。三峡ダムに改修計画が出ているのをご存知でしょうか。2020年12月31日、中国で8000余りあるダムの改修計画が発表されました。これまでに建設してきたダムの老朽化が顕著となり、改修しないと今後大きな被害が出る恐れがあるようです。8000基といっても大小様々あり、今回の計画は中規模以上のダムが対象となっているようです。そして三峡ダムもその改修計画の中に含まれているようです。ダムを正式運用してわずか10年。この段階ですでに改修計画というのはどういうことなんでしょうかね。1万年持つと豪語していた関係者。今では100年くらいに落ち着いているようですが、果たしてどうでしょうか。まずは現地調査を行ってから基本計画を立てて発注し、それから改修ということになりますから、すぐに工事が始まるということはなさそうですが、それまで大丈夫なんでしょうか。三峡ダムを運営する会社はオリンピックのスポンサーの一つであるということをご存知でしょうか。三峡ダムは国有企業の中国長江三峡集団という会社が運営しています。その管轄は国務院で完全に国が統制しています。国有企業といっても中国国内だけでなくアフリカや東南アジアなどのインフラ事業で海外進出している会社です。一方、北京で冬のオリンピックが開かれること自体あまり話題になりませんね。三峡集団はそのオリンピックのスポンサーとなっているようです。どうやら水力発電がクリーンエネルギーとして注目されているので、それをアピールしたい狙いがあるんでしょうか。東京オリンピックですら海外からの観客を入れない方針となり、今一つ盛り上がりに欠ける現実。チベット、そして香港の人権問題があるので、北京のオリンピックの完全な開催は危ういかもしれません。三峡ダムについては決壊の話ばかり注目されますが、砂などの堆積問題が深刻なのはご存知でしょうか。ダムの上流には重慶という大都市があり、900万人以上の人々が生活しています。巨大ダムの上流にこれだけの人数がいるケースは他にないような気がします。大差問題は三峡ダムと三峡ダム以外に影響を及ぼしているようです。まず三峡ダムです。すぐ上流は急峻な地形で川の幅が狭くなっています。そしてダムの近くで末広がりとなっています。ちなみにダムの堤体の長さは2300メートルもあります。末広がりになることで水の速度はゆっくりとなります。こうなると上流から水に含まれていた土砂は自由落下の法則に従いどんどんダムの底に沈殿します。深さが170メートル近くありますので、これを吸い出すのはなかなか難しいのでは。そして三峡ダム以外、特に上流の重慶は深刻です。毎年11月頃から三峡ダムが175メートルあたりまで貯水することになり、その結果500キロメートル以上も離れた上流の重慶と水位がほぼ同じになります。つまり重慶付近で川の流れるスピードが弱まるわけです。するとこの辺りで砂が堆積することとなります。重慶は水運で重要な都市ですから、川底が上がると大型船舶の航行に影響を及ぼしかねません。過去には砂が溜まったことで実際に船の航行が止まったという話もあったようです。長江で10年間禁漁である県、2021年1月1日からスタートしています。深刻な水質汚染が発生しており、漁獲量が激減。乱獲や生活排水、工場排水などいろいろな原因があるとされています。10年間禁漁ということで、本流と支流も合わせて対象ということです。漁師の数は30万人とされています。禁漁が始まって6ヶ月が経過しました。十分な保証はされているのでしょうか。次の職場は決まったのでしょうか。ダム建設の際に100万人以上が強制移住させられましたが、保証も十分でなかったという話もあります。そういえば現地カメラの映像が配信されていた時に三峡ダムの下流側で釣りをする人が映り込んでいました。おそらくルアーで釣りを楽しんでいるのではないかという映像。もう見られなくなるかもしれないですね。
そもそもダムを作ろうと言い出したのは孫文でした。革命の父とも呼ばれています。1919年に実業計画の中で構想されました。揚子江推理委員会というのを立ち上げて事前調査。しかし実現されることなく、共産党の一党独裁が始まります。毛沢東の時代に今の長江推理委員会を武漢に設立し、建設前の調査を開始しますが、実際に工事決定するのは1992年。翌1993年に着工し、完成したのは2009年。構想から90年後のことでした。ダムの設計上の最高水位、これは通常水位と呼ばれますが、三峡ダムの場合、175メートルになります。渇水期には11年連続で175メートルまで貯水しています。主な目的はダム完成後の研修になります。要するに、ダムが設計通りに貯水できて、不具合がないことを確認するということになります。2009年にダムが完成して11年。洪水シーズンが終わった10月あたりから徐々に水位を上げていき、175メートルまで貯水しています。研修は2020年12月をもってすべて完了になったそうです。噂ではありますが、満水に近づくと、どこからとなく、めしめしと音が鳴るという話もあるようです。スリルがありますね。ダムの水位が145メートルを超えても大丈夫な県。毎年6月から7月初旬になると三峡ダムの水位が上昇に転じます。するとマスコミが警戒水位の145メートルを何メートルも上回ったという報道するようです。それを受けてネットではやばいんじゃないかとざわつき出すんじゃないでしょうか。夏が来れば思い出す。毎年決壊するのではないかという話題になるようです。何か有事が発生するかどうかは別として、そもそも洪水のために水位を一定レベルに下げているので、当然大雨が降れば水位は上昇するわけです。洪水時期の145メートルを超えるというのは予定通りなので、すぐに騒ぎ立てることではないかと今の時点では思われます。果たして今年はどうなるんでしょうね。放流ゲートの番号について、正面向かって右が1番ゲートという件です。正面の写真で言うと、中央の放流施設のところ、23本の通常洪水履があります。このゲート、左が1番ゲートなんでしょうか。それとも右なんでしょうか。当チャンネル調べでは、写真向かって右が1番ゲートになります。三峡ダムについて、当局の担当者は当初、1万年耐えられると豪語したそうです。ダムの工事は1993年から始まり、17年の歳月をかけて建設されました。総工費は3兆円と、とんでもない額。ダムの長さが 600km と長いため、その流域に住む120万人ほどの人が強制移住させられました。十分な保証もされていないとも言われています。反対した人も多く、ダムが決壊するのではないかと噂されたこともあり、責任を問われることを恐れた幹部は、完成式典に出席しなかったという話もあります。どちらかというと、マイナスのイメージが広がり始めると、1000年は大丈夫にトーンダウン。そして、100年に修正するということになりました。ダム建設に反対する学者は、10年も持たないと厳しく批判したそうです。とりあえず、10年は持ったようです。もっとも1万年耐えたとしても1万年後に人類が存在するかどうかもわかりませんし、そうなるとダムはいらないかもしれないですけどね。三峡ダムという巨大ダムができたことにより地盤にかかる負荷が高まり、土砂崩れや地滑り、さらには地震の誘発なども懸念されています。従来よりも長江の川幅は広がり、それに伴って川岸では浸食が進みます。すると、斜面が崩れたりし、その土砂が川に流入。土砂は下流に流され、堆積することに。いわゆる、大差問題ですね。これまで何度か見てきましたが、この土砂、泥といった問題はダムにとって、厄介なものになります。下流に流すか、あるいは、土砂を汲み上げるか、というように、何かの措置をしないと、どんどん問題は大きくなるばかりです。さらに、貯水が進むと、地中に水が浸透し、地盤が緩むこととなり、その結果、地滑りも出るでしょう。川岸に立つ家の壁に、ひびが入るというニュースもあります。もう少し、
広範囲で見たときには、小規模地震の誘発があるかもしれません。一説には、ダムができたことにより、前よりも地震が増えたんじゃないか、という話もあるほどです。三峡ダムは意外に近かった県。ご年配の方なら、三峡、川下りのツアーで観光に行った方もおられるのでは。こんなご時世ですし、そもそも行く予定もないのですが、日本から最短で行くとなると、どうなるのか、ざっくり調べてみました。一番早そうなのは、東京からだと、武漢に飛行機で行くルートかもしれません。直行便なら、所要時間は、だいたい3時間から4時間程度。武漢から義昌までは、高速鉄道が走っているようです。2時間程度、例の新幹線っぽいやつですね。義昌市街から三峡ダムまではバスで1時間程度でしょうか。乗り換え時間を入れても、東京を朝9時に飛べば、その日のうちには現地に到着かもしれません。意外に近い、ですね。ただ、ツアー観光となると、東京から重慶に飛行機で5時間前後。そこからは、クルーズ船で観光地を回りながら、3泊4日くらいで川下りが定番のようです。途中下車、三峡ダムの観光スポットもコースに入っているようです。逆に、川登りもありそうですが、もうちょっと時間はかかりそうですね。予定はないんですけどね。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは、三峡ダムの最新情報を発信していますので、チャンネル登録していただけると幸いです。それでは次の動画でまた。